こんにちは。さて、今日の話の舞台は、東京にある静かな住宅街、仙川です。一見すると、どこにでもある普通の街なんですけどね。もし、このありふれた日常の風景のそのすぐ足元に、江戸時代から続く壮大な物語が今も静かに流れているとしたら、なんだかワクワクしませんか？さあ、この問いこそが今回の探求の出発点です。チェン川という場所に隠された幾重にも重なる歴史の層を一緒に一枚一枚剥がしていきましょう。まずはですね、第一の層から見ていきましょう。現代の谷川。つまり、とても便利で暮らしやすい住宅街としての顔ですね。地川の最大の強み、それはもう、この圧倒的な交通アクセスです。有楽町線と副都心線っていう東京の2つの大動脈が使えるんですよ。これによって都内の主要な場所からなんと横浜まで乗り換えなしに行けてしまう。まさに東京を縦横無尽に駆け巡るための最高の拠点と言えるんじゃないでしょうか。そして日々の暮らしをがっちり支えてくれるのがこのスーパーマーケット激戦区っていう環境なんですよね。駅の周りにたくさんのスーパーがひしめき合ってるんで自然と価格競争が生まれる。これはもう住民にとっては非常にありがたい状況になっているわけです。これすごくないですか？駅からわずか200メートルも歩かないうちにこれだけ個性豊かなスーパーが3つもあるんです。品質と価格で人気の大関、プロも使うような新鮮さが売りのビッグ築地、そして深夜までやってる安心感のライフ。この選択肢の豊かさがチェン下での生活の質をぐっと高めているんですね。さて、ここからは実用的な暮らしやすさの話からガラッと雰囲気を変えて、この街の活気あふれる食文化の世界へと入っていきましょう。ここには古いものと新しいものがすごく面白く混じり合っているんですよ。知恵川の食文化の最先端を象徴しているのがこのマンハッタンベーカリーです。2022年にオープンしたばかりなのにいきなり豊島区でナンバーワンの評価を獲得したっていうすごいお店なんです。看板商品の黒トリュフル塩パンを片手にワインを楽しむ、そんな新しいスタイルを提案するまさに革命的な存在ですね。この対比こそがチェン側の面白さを見事に象徴してるんです。超モダンなベーカリーのすぐ近くにキッチン長崎みたいなまるで時が止まったかのような昭和の洋食店がちゃんとある。この新しいものと古いものが自然に共存している感じ、これこそがチェン側のユニークな文化の源泉なんですよね。もう一つ忘れてはいけないのが喫茶店のストーク。緑に覆われた隠れ家みたいなこの場所はまさにこの引用の通りなんです。現代の忙しさからちょっと逃れて静かな時間を過ごすためのサンクチュアリとして地元の人たちにずっと愛され続けているんですね。さて、ここからがいよいよ本題です。現代の姿から一気に時間を遡って仙川という名前、そしてそのアイデンティティの歴史的なルーツを深く深く掘り下げていきたいと思います。そもそもなんで仙川なんでしょうか。このシンプルな問いこそがこの地域の根っこにある物語、つまり仙川上水の存在を解き明かす鍵になるんです。仙川上水というのは18世紀の江戸で深刻になっていた水不足を解決するために計画されたとてつもなく巨大な土木事業でした。江戸の北側のエリアの飲み水と武蔵野台地の農業用水を供給するまさに江戸の生命線だったわけです。面白いのがこの巨大プロジェクトを請け負ったのが幕府のお役人とかじゃなくて地元の村から現れた徳兵衛と太兵衛という2人の民間人だったということ。彼らはとんでもない難工事にたった2人で挑むことになったんです。で、この資金の内訳を見てみると、もう驚くべき事実が浮かび上がってくるんですよ。総工費が1340両。それに対して幕府が出したのはたったの 64%。じゃあ残りの約480両は？なんとこれ徳兵衛と太兵衛が事務の資材を投じて賄ったんです。480両。この数字が持つ意味は計り知れません。今の価値に換算したら数千万円、いや億単位に相当する大金です。彼らは文字通り自分の全財産を投げ打ってこの公共事業を成し遂げた。これものすごい自己犠牲の先進ですよね。彼らのこの偉業に対して
幕府は最高の栄誉で答えました。それが名字対等です。庶民が武士と同じように名字を名乗って刀を持つことを許される。当時としてはもうこれ以上ない破格の待遇だったわけです。そう、ここが一番重要なポイントです。彼らはその功績によって自分たちの出身地である村の名前、仙家を名字として与えられた。そしてその名前が上水の名になり、やがてこの地域全体の名前として定着していったということなんです。では、この壮大な歴史が今の市川の風景と一体どうやってつながっているのか、その痕跡を一緒に探していきましょう。かつて産業を支えた水の道は時代の変化とともにその姿を変えていきました。最初は町の中を流れる開かれた川だったのが、やがて地下に潜る暗渠になる。そして今、その上は人々が憩う緑豊かな公園へと生まれ変わったのです。でもですね、よーく注意して街を歩くと、今でも上水の痕跡を見つけることができるんですよ。例えばこの竹杭。谷を越えるために土を盛って水路を高くした名残で、なんと今でも車道と歩道の間に1メートルくらいの段差としてその姿を残しているんです。まるで歴史の亡霊がすぐそこにいるみたいじゃないですか。かつての水の道は今では美しい散歩道になりました。特に3月の下旬から4月の上旬にかけては、見事な桜のトンネルになって、歴史の道な新しい命を吹き込まれたことを実感させてくれる素晴らしい場所になっています。さらに、仙家はもう一つの文化史への玄関口にもなってるんです。ここから少しだけ足を伸ばせば、手塚八武や藤子 F 不二雄といった巨匠たちが若き日を過ごした漫画の聖地、トキワ荘まで気持ちのいい散歩が楽しめるんですよ。こうして見てくると、千川川という町は3つの異なる、でも深く結びついた層で成り立っているのがわかりますよね。江戸時代の英雄譚という歴史的な土台があって、その上に現代の生活を支える強固なインフラが築かれ、そしてさらにその上で新旧が混じり合う豊かな文化が花開いているんです。仙川の物語は私たちにこう問いかけているような気がします。普段何気なく歩いている自分の街もほんの少し視点を変えるだけで驚くような物語が隠されているかもしれないと。今日から皆さんがいつも歩く道も少し違って見えるかもしれないですね。